結構でもスリムだね、こうやってふかふかの、そうで分かんないけど、これも映ってんだもんね、羊みたいね。そう、なんかテディベアイメージしてるからテディベア。ヘイブン元気ですか？今日はエディの YouTube ライブ企画ということで、初めてエディ宅にお邪魔してます。ありがとうございます。そしてもちろん隣にいるもう豪華なゲスト、エドワード・加藤をはじめ、エドワード・乳首です。いやいや、エドワードじゃない、プロタエディが YouTube をもう本当に始めて、すごい楽しみにした視聴者も多いと思う。で、YouTube といえば、自慢じゃないけど、僕ら結構長くやってた。いや、だいぶ長い。カネキンさんもだいぶ長いですよね。プロタンさんはもう十何年ぐらいやってるかと思ったけど、意外そう、YouTube に関しては5、6年。僕も5年をクリアしたから。やっぱそうだよね、絶対。で、ちょっとエディの YouTubeオープン祝いということで、僕らも同じようなその他の感情をね、前経験したことあるっていうことで、ちょっとそこに戻って一度、昔の僕らの動画を、ちょっと恥ずかしいけど、僕は恥ずかしい。見ていくってやつですか？ちょっとみんなでちょっとリアクション。いや、めちゃめちゃ気になりますね。だって俺、カネキンはやっぱこう、今のこのかっこいい動画を知ってるけど、昔の動画俺あんま見てないんですよ。わかるわかる。で、なんか僕もまあちょこちょこ登録者増えて、最近登録してきた人はもしかしたらいや、なかなか見ないですよ。本当好きじゃないと遡って見ないもんね。そうで、昔の動画が多分もうどっかの図書館でもうカビが生えてるからそれをわざわざ漁ってわざわざ今日見ようと。エディの祝いということでもう特別に、だから僕1本目の動画出したじゃないですか、それと比べていいってことですよね。そうやめてあと1本目とちょっといや、相当なギャップだから僕のスタート地とそのプロタンそれやめてほしいね。カネキンのスタート地で僕がどこまで伸びるかっていうポテンシャルがだからちょっと待って、逆に言うとこの5年でこんなに進化しちゃったってことですもんね。そう結論から言っちゃうと。で、もちろんエディの動画もね見て僕らリアクションしたいね。本当だ、そう。じゃあまずエディ君のこと。2、3回見ちゃったけど、ちょっとじゃあ見てみますか。見ていい？検索していい？エドワード・加藤。タイトルからね、エドワード・加藤 YouTube チャンネル始めてそのまんまいいね。そのまんまでいきましたね。そのまんまでいっちゃったね。なんでこれ？いきなりこれ。映画やこれ。金曜ロードショー。しかも一番絞れてる。一番絞れてる。せこいこれ。何これ？どうやって撮ったの今？年中このコンディションコーヒー持ちながらバス。まだいや、一回ポーズ。俺はちょっと待って、テンション高すぎ。何や？だからあれはもうカメラマンさんがもう僕が歩いてるところに合わせてこうやって頑張って撮ってくれたんですよ。でもね、これね、一個ストーリーがあって、ロンドンってかっこいい街じゃないですか。ロンドンなんですけど、でめちゃめちゃかっこいい人とかめちゃめちゃ綺麗な人がもう当たり前のように歩いてるんですよ。わかる。でね、その中で僕が撮影してるカメラマンさんがでっかいカメラ持ってこう撮影してるのを周りから見られるのめちゃめちゃ恥ずかしくて、だから結構見るもん。でも全然動画でそれは伝わってない。そうだけど俺話によると多分無意識に早歩きになっちゃってるんですよ。早くこう早く済ませようとして早く済ませようっていうのと見られてるから早く逃げたい。でそのせいでカメラマンさんも小走りで撮ってたらしくてごめんなさい、そんだけです。だけどでもリアルストーリー。いやでも本当にイントロのバックストーリー。でもどう？このなんか僕らがね何年かやってきてこれが初動画っていうのはどう？ちょっと調子乗りすぎ。いじめたいね。これはいじめたいね。カネキンさんの音出てきた。 YouTube ライブも言ってたけど小学校の頃いじめてた。出てきた。そのライブ動画はエリのチャンネル登録見れるね。見てください。次行きましょうか。次行きますか。多分ね、あのバスはそれがイントロでしょ。イントロね。いきなり反則。いきなりこのねワンちゃん使って僕はこんなストイックなんだけどこんな一面もありますよ。わかるね。わかる。ハードル下げてくる感じで。いい感じだね。いい感じ。で家が広い。家がいやでもまあ。YouTube を始めることにしました。ついに来ましたね、リーさん。だから自分に一人だけで喋るの苦手なんで、カメラマンさんにこれいいのよだから。それエリが提案したから。僕が提案した。
コラボするぐらいで、結構やっぱ YouTube って一方的に自分で喋るってなると真っ白になっちゃうんですよ。だから言われた方がなんかこう気持ちよく喋れるので、パンパンって書いてある。そうそうそう。なんかサブタイトルもついててね。いや本当に。僕結構このフォントも結構考えたんですよ。本当？あ、その文字のテロップもなんかこうちょっと映画っぽくしたいなっていうことで、いや本当そう。はい。ちょっとドキュメンタリーっぽいね。ちょっとリアリティショーみたいな感じだね。そうそうそう。多分ね、エディがこれだけ喋るのを初めて見る人多いから。いやそうだね。声こんなまじまじと聞くのも初めてっていう人もいるんじゃないですか。そうですね。そうですね。YouTube がチーム必要だって。いや僕はですよ、僕は。いや逆にすごすぎるのよこの2人が。本当に考えられないのよ自分で一人でやるって。こういうトークのやつはこうやってサブタイトルついたらいいと思う。自分のスタイルはでもそのアクション系な映像は絶対何も文字がない。なぜかというと将来例えばまあちょっと大げさだけどネットフリックスの人が映像欲しいって来た時に使えるように。そこまで考えてる。であと海外の有名なフィットネスモチベーションチャンネルじゃん、文字あると使ってくれない。それを5年ぐらい前から意識してて。なのでそれ今聞けて嬉しいわ。意識する意識する。なんかそれがなんかその使える映像としてみんなが見える。ああそういうのが。すごいそれ知らなかった。それをなんか言っちゃった。いやもっとちょうだいもっとちょうだい。あ出た。そうしよっか僕もなんか話して。いやもうねやってるかもうやってる。可愛いから可愛いからしょうがない。メインも。でもウェスリーが可愛すぎる。でもリアルに撮ってたらウェスリーいるから。はいはいはい。まあしょうがないですよね。そうそうしょうがない出てきちゃう。いいね。いいしかも次回。なんか次を楽しみにするようなネタも。いやこれもねやっぱ入れといた方がいいなって。これいつこのマッチョエリは。これねでも去年なのよ。去年のオリンピア出る1ヶ月ぐらい前。だから意外とこうシュッとしてるけど多分角度の問題なのかな。でもこの写真した理由一つあって。だから僕もやっぱこう一般の人に多分好まれる筋肉の写真はこれかなと思ったんです僕は。なるほどね。もっとバケモン字みたいなやつあるもんね。ありますけどそれはあんま良くないかな。このプロタンさんのこれ何俺の。いや僕考えたんですよ。なんかかっこいいプロタンさんの写真も何個ピックしたんですけど、ごめんなさいなんかこれにしちゃったんですよ。でもねこれ一応迫力あるけどね。一応僕はそのインスタで載せてるやつを選んだんですけど、なんかね。まあプロタンさんはこれでいいかなと思って。いやわかる。でも最近なんかここで逆になんか俺らと同じようなポーズしてるやつ出したら分かりやすく差が出ちゃうじゃないですか。どっちみちディスってますけど大丈夫？優しくディスって。フォローしてるのにフォローされてない。じゃあ僕の気をつけてほしいところっていうか気をつけた方がいいところって何なんですか？その YouTube やっていく上で。長老の。長老。もうピッコロの亀仙人です亀仙人。いやだからまだこれ上げていかないと分かんないですよね。そうですね。僕らの動画出てくるんだよこの後。アドバイスなんか上げない方がいいよ。マジで。やばいからね俺の。プロタンさん行きましょう。俺のやばいからね。俺も見たことないんだ。やばそう。俺のマジで自己紹介とかないから。ない。待って170万人いるんですよね今。いやもうやばくないですかマジで。どうですか？どんな感じなの本当に気になる。6年前。6年でも6年前でも結構数字すごくないですか？だからこれはまあ前戻って見てる人より4回目の動画で150万。それで有名になっちゃった。それで結構バズった。だけどこれ俺今でも覚えてるんですけど、これ当時1000再生とか。マジですか？1ヶ月経っても1000再生。8ヶ月後ぐらいにバズり出したの。でもそれってだからある意味誰も知らない見られなかっただけですよね。見たら面白いけどそう見られる環境じゃなかったってことだから。よしじゃあ僕らで選んでいいの？ちょっと待ってこれいきましょう。これ一番最初でしょ。やっぱ筋トレできてるから筋トレじゃない。ちょっと待って一番最初1本目。これ何これ？どれに？一番最初これ。はい一番最初ね。ちょっと待ってね。だってこれは2013年の8月24歳。これはね
ツッコミどころいっぱいあるんだからまずお二人が言いたいのは分かってるね。これちょっと一言言い訳させてください。これね YouTube に上げてんだけど、これニコニコ生放送ってやつをやってたんですよ。だからそれの切り抜きをアップしてるから YouTube に投稿っていうのは2本目なの。そういうことですね。あ、じゃあ待ってください。でもちなみにその YouTube の前にニコニコやってたじゃないですか、その時はどういうその感じだったんですか、その知名度っていうか人気。知名度は確かにあでもね大手って言われてた。あ、でもその時ニコニコではめちゃめちゃニコニコでも大手だった。大手って言うんですか。だから大物 YouTube。あ、そういうことですね。大物ニコニコ。ニコニコチャンネルでは結構ビッグニコニコチューバー。チューバーはない。チューバーはない。でもこれニコニコ確かライブですよね。ライブ配信。ってことは何人ぐらいすごい時見せたんですか、その時で。いやでもね、その時同時視聴で100人だよ。あ、でもそれでも大物だったんですね。大物。すごい。そういったランキング1位とかそれで。だからもうそういう時代だったんですね。じゃあなんで YouTube にしようってなった？いやね、本当に100人見ててうわ良かったってなったんですけど、もっと知られたいっていう、もっと有名、もう本当有名になりたくて、その時に YouTube もあったから YouTube にも俺を知ってもらうっていうので、だからそう出したのこれを。センスあるね。だって YouTube がその頃6年前に YouTube は何かあるかもって思ったことでしょ。まあ本当ネットっていうものには全部だからFacebook、Twitter、YouTube しかなくてその時に、あとバインか、バイン6秒のやつ、全部出したんですよ俺の動画。いやでもね、やっぱ見る目ありますよね。もうちょっと見ていい？いやちょっともうちょっと見ましょう、もうちょっと。サントキン結構でかいね。サントキン良かったのこの時ね。ちょっと待って、これ見るのが罰ゲームみたいな気分なんですよ。これ見ることが俺が罰ゲームさせてる。やめろやめろ。ここに来ちゃった。なんでマイクここで持ってるの？いや多分離島に近いから。マイクが通んないから、さっき言ってたほら反響しないやつここにしか来ないから近づかないと声を拾わないから、お客さん大事にしてください。大事にして。なるほどね。もういいんじゃないですかこれ。じゃあトレーニング見る？じゃあもう一個見ていい？トレーニングこれが初めての YouTube 動画だ。ちょっと待ってね。初めての YouTube 動画で筋トレ上げるってなんかもうその時から筋トレブームが来ると思ってた。筋トレブーム来るっていうか俺マッチだと思った。そんなすごいね。俺マッチだと思った。痛いっすね。マッチだと思った。じゃあ見ていい？あ、そういうことですね。大胸筋を鍛えていきます。待って、ちょっといい？ちょっとジャニーズぶってますよね。ジャニーズぶってる。アイドルぶってる。アイドルぶってない。でもなんか垢抜けましたね。なんかこの時なんか本当にいろんな精神的な。いや本当だからそうおっしゃる通り。だから会社員やりながらサラリーマンやりながら本当に土日も全部 YouTube とか動画に費やしたからずっとこうなってたんですよ。他者とのつながり全くなくて。いかに有名になりたいかみたいな。でも会社の仲間はこういうことやってるって知ってた？知らなかったです。だから本当細々と。大胸筋の教えてください。大胸筋。そもそも家トレ大胸筋。これの大胸筋の鍛え方をアップしたいと思います。普段はニコ動でもういいんじゃないですか。いや筋トレの方まで行っちゃっていいんですか。エディのチャンネル祝いだからちゃんと贅沢見ないと。確かに。気軽に見てやってください。なんか喋り方は変わってないですね。腕とか胸準備運動として。超恥ずかしいんだけどこれ。きついんですけどやっていきます。恥ずかしいんだけどマジで。決まれてるね。なんで腹筋割れてるから脂肪がなかっただけ。違う、今ねちょっと腹筋意識してたこれ。これ腹筋意識してた。あ、その上がった時に。上がる時にちょっとね貢献してた。あ、これファイティングロードの方がいい。ファイティングロード。でしょ。この時からのフォームが気になる。でも悪くないね。初めてのトレーニングしたらめちゃくちゃだから6年前の動画にしたらすごいうまい。これ参考にした人いるんじゃない結構。いるのかもしれないですね。だって17万再生回数。そう17万いってるわ。もうちょっとストレッチかけてもいいね。いやほんとだから重たかったんですよこれ。重そうだね。ちょっとカッコつけて重くした感じ。そう重たかったのこれは。すごいな。ほらそれがパーフェクトで。それ最強。最強。でもうきついんだもんこれ。でもその時からちゃんとハの字に絞ってストレッチは。そうなんか知らなかったこんな。いやまたなんかこ
この家の背景がね、家の背景、これねどこで撮ってんの？マジで玄関これが玄関のドア、マジで玄関なんだよ。一番広い場所。一番広い場所。でも今でも玄関で撮ってんじゃん。あ、そうか。だからやっぱなんかなんかあるの？あ、軽くした。ドロップセット。ドロップセット、そう。ドロップセットしてたの？そう、してたの。ドロップセット。金金なくても。知ってたの、ドロップセット。すごい。これしてたらもっともっと早くコラボお願いしますって言ってたと思う。本当ですか。だってその女装のことしか知らなくて、みんなやけにプロタンさんとコラボしてって言って。あ、言ってましたもんね。そうそうそう。ちょっと分かんないって。ちょっと分かんないわ。で、俺今だから言えるんですけど、金木さんこの時動画出してましたよね。2013はその次年ぐらい。14ぐらい。俺ね、ライバルしてた。これめっちゃぶっちゃけてますね。いや、俺も負けてないと思ったから。確かに、だってまあ後で振り返るからね。後で振り返るからね。今人のことめちゃくちゃ言ってるけど、これ僕のチャンネルだからなしにしよう。いやいや、おかしいからちゃんと編集でパスされる。まあエリの祝いだからまあ特別に。いや、そうだよそうだよ。いや、俺本当今だからやるんです。この次の年ぐらいですかね。金金さんっていうのを名前だけ知ってて筋トレしてる人です。俺ね、結構筋トレ意識高かったのよ。変にプライド、若い時ってプライド高いじゃないですか。上手だもん。いや、俺マッチョだと思ったの本当に。で、俺が筋トレマッチョでなんかやっぱ積極的にアップしてたのに、金金さんが後から来たみたいな感じで、別に嫌ってはないんだけど、すげえライバル視してた。畑を荒らしてきた。畑を荒らしてきた。うわ、めっちゃライバル視してます。でもね、嬉しいねそれで。その時からお互い知ってて、だからプロタンさんは知ってて一方的に。で、去年ぐらいから一緒に動画始めたりしてるから。すごい巡り合わせですよね。いや、本当に超ライバル視してたもん、金木さん。マジですか？でもライバル視できるぐらいのね、僕これとほぼ一緒の体だったもん。あ、そうでしたっけ？多分。いや、全然金木さんの方が覚えてない、見てないから恥ずかしくて見てない。いや、俺すげえ見てるんで。鍛えられるはずです。ありがとうございます。でもね、本当に喋り方が変わってないですね。変わってない変わってない。僕はね、めちゃくちゃ変わってると思う喋り方。いや、金金まずこの時日本語喋れてた。でもね、なんかね、いいスタートだね。これも iPhone で縦撮りですからね、これ。だからそういう時だから編集もなしで。そうそう、iPhone5、4S ぐらいで。でもうさ、お金がなかったから容量がいっぱいになるの、毎回。はいはいはい。削除して。思い出の写真とか削除してたもん。そっか、だって動画だって。そう、動画一気になくなっちゃうから。いや、面白いですね。じゃあ今日の動画はこんな感じで。おかしいでしょ。俺の方で撮るよ、俺の方で撮る。まあじゃあ検索しよう。でも面白いのが、なんか今やってることと変わんないんですよ。いや、変わんない。だから変わんないのよ。だから結構さ、変わったって言われるんですけど、ほぼ変わんない。だからちょっとギャグ入れて、動画にテロップ入れて編集変わったぐらいで、昔とほぼ変わんない。一番びっくりしたのが、今でも玄関で撮ってるところと共通点がすごすぎる。そのいつもの感じ動画。いや、ほんと玄関撮ってる。玄関で食べてる？玄関食べてる。まさかのちょっと共通点で、いや、びっくりした。はい、じゃあ次金金行こう。金金さんの最初は若いもんね、まず。若い。だから本当5年って相当人間変わっちゃいます。だって5年っていうか20から25は一緒だけど、25で YouTuber 始めて25から30ってめちゃくちゃ変わる時期、男が。いや、めっちゃ変わんない。でもなんかちょっと羨ましいのが、成長が見えてるのが羨ましい。だから YouTube 始めた。そうそうそう。だからそのメモリーとして、記録日記みたいな感じ。ちょっとまあでもなんか一番最初それか。俺ちょっと待って結構多いでしょ、再生回数。再生回数多いのと、これ2本目？そう、デッドリフト。これが僕の初バイラル2本目。もう動画上げたらもう最初の日で2000再生回数ぐらいいってて。もっとこれよりもしょぼい時消してるでしょ。いや本当に。いや見てこれ見て。始めたのが2014年11月の12日でしょ。でこの動画見ると、あ、本当だ。ほら。10日後ね。いや、でもね、俺見たことありますよ。このチャンネルを作った前の日にバンドを解散した。だから11月の10日にバンドを解散してさよならライブとかやって、次の日に YouTube チャンネル作って。それ初めて知った。ちょっとごめんなさい、今から動画見るの一言言っていいですか？やめて。いやプロタンさん、この体でさっきの体でライバルします俺もっとしょぼいと思った。ああ、そっか。だからすごい意識今見ると悪くないんじゃないと。プロタンさん
ちょっと自信過剰でしたよね。でも思い出せばこの動画撮る前にめちゃくちゃパンプしてなるべくでが集めるようにパンプしてたんだね。そうだからちょっとズルしてる。バイセップクローのやり方、正しいやり方をやめてよ。ガシャンって誰か投げたのだからなんちゅうの PDR さんとかにそういうハマってて、日本でめっちゃハーフが動画を作るならこうやってちょっと面白くおかしくやらないと成功できないと思ったら PDS が成功例だったから。今バイセップカールって言ってみて。日本語でバイセップスカールかなでしょ。これが今の金金じゃん。ちょっともう一回聞いてみて。なんかね、英語で確かバイセップスクロール、バイセップクローっていう人もいたから、僕は英語分かってるんだから、もうバイセップスって言わずに俺はバイセップって言うってなんか決めてたと。じゃあもうこの時は意識したのね。意識してた。でもこれが普通だったのかなっていう。やり方、正しいやり方をで俺自分で編集してるんでしょ。まず筋トレを始めて一番最初にそう懐かしい。やる運動がこれなんでしたっけ？これね、周りの近所のなんか外人さんたちがたくさんいて、みんなでトレーニングしたいからこの倉庫みんなで借りて、じゃあ機材、これも手作りのスクワットラックがここに木であって、手作りのディップスとかこのまま集めてみんなでトレーニングしたんでしょ。でもさ、そうやって考えるとさ、こっから今自分のジムでしょ。すごいよね。すごいね。そうだよ。俺ちょっと T シャツも気になるわ。I love party summer beach girl。もうチャラいじゃん、もうこの時。だからなんかね、多分これ女の子にモテるのかなと思って始めたら男ばっかりで、まあこれも悪くないかっていう感じで続けた感じ。でこれ多分 H&M のめっちゃ安い300円ぐらいで買ったやつ、ちょっと値下げしてたから。俺ね当時見て分かんない。結構やっぱね、この時の金金さんねイケイケだった。トゲトゲしかったですもんね。そうでも批判とか来るともうすぐに返して、めっちゃ返してた。めっちゃくちゃ相手叩いてる。そうなんだ。そう嫌な人だったね。嫌われてもしょうがないね。いろんな人やってるんですけど、ちゃんとやってる人は本当に少ないです。多分 80% くらいの人が 80% っていう数字間違ってない。多分 80% ってどこからの数字。だってバイセップカールのトゲは取れないでしょ、誰も。この体だとさ、今だともっとすごい体失敗だからタイミング良かった。この時はさ、結構ドヤみだからとかもあったかもしれないけど、そうだね。だから早く始める。いやだから本当だから5年前ってそんな筋トレしてなかったんですよ。だから俺の周りにもいなかったから俺がマッチョだと思ってて。マッチョだったんだよ。6年前。今もそうだよ。マッチョなんですよ。相当マッチョですよ。これマッチョなんだよ。6年前でこれは相当マッチョ。これが目指すべき体だったんだよ。いや本当に。勢いよく頑張って反動使わないって言えばいいのに、なんかわざわざ長く説明して。これでいいんじゃないと思うかもしれないけど、はい、横から見ましょうって感じ。めんどくさいね、このさ。この頃なんかこれが正しい、これが間違いと白黒すぎて、今になると人それぞれって感じ。恥ずかしい、だから恥ずかしい。でも教えてることは今でも間違ってないから全然間違えてないね。だしさ、ちゃんと調べてるでしょ。もうこの頃が一番勉強してて、資格とかいろいろ取るもう勉強とかもう記事ばっかり、もう頭ばっかりで、この頃はねこういう情報もなかったから、それぐらい細かく言わないといけなかった時期だった。そういうことね。ああそうか。だってこういう動画なかった。なかったですもんね。なかった。今見ると恥ずかしい。見ればほらフルレンジでもさ、この時って、プロトさんもさっき言ったように全然見られなかったみたいな。それでモチベーションって何だったんですか、その時って。なんなんだ、でも楽しかったですけどね。でも動画を撮ることが好きだったってことね。いや本当楽しかったですね。もう楽しすぎてもう毎日動画撮って、でなんかコメント来ると一つのコメント来るとやったっていう感じ。いや本当そう。かっこいい使ってくると俺かっこいいんだみたいな。はい。でももうその時はもう全部受け入れられてたってことだよね。悪いこともいいことも楽しくてしょうがない。最後が気になる。最後の終わり方が。ちょっと待って、あれだ。その時はさ、めっちゃ頑張ってください。マネームシュン。でも行く前にちょっと待って、ちょっとやめて。思い出した。俺初めてしたんですよ。俺まだ言うんでしょ。ほうとかって言うんでしょ。ほうって言うんでしょ。ちょっといや確かにまたなんか変なダンスもあるんだよこれ。後でそうなんかふざけようとしてこれしたいと見てくれない。でもさ、そうやって考えるとさ、方向路線変えたよね。
変えたどっちかというとプロタンさんが最初の動画って今の金金みたいにクールな感じで、今のこの時のプロタンはそう俺ね金金は金金さんねユーモア出そうとしてたの最初。でも面白くない人間って分かったんだよあれでそこでなんか僕聞いたの真面目にその前友達とかに聞いてマリちゃんとか高かったかな、僕って正直なんか面白いって言ったらいやちょっとつまんないって言っていやでもいい友達がいてよかったですね。だからそのなんかあなたのユーモアは伝わってないって言われて僕は面白いと思ったけどねと思ってでも変えて確かにこれ無理してると思っていやてかねこれはね無理してるねだからやってみないと分かんないですよね。やってみないとだから変わっていくんですよね。怖いんだけど俺もなんか1年後とかだったらプロタンさんみたいなキャラになったらカーダッシャンみたいな感じでめっちゃドラマ系になるんじゃないかもしれないしね。どうなるか本当にでもやってみないと。系の今誰と付き合ってるんだみたいなカメラが追ってみたいな。いやいくよ最後いくよ最後。ラリっちゃったんじゃないですよね。なんかね、分かるズィズとかって昔のズィズYouTube 初めてモダンのフィットネスフィジーク体験みたいな感じを YouTube でバイラルにしたのがズィズっていう人、その次に次ぐ王子さんがジェフ・サイドのズィズがその前にいて、彼はもう本当にチャラい感じで遊んでダンスもしてトレーニングは真面目にやるけどもう酒も飲むしいろんなバカなこともやる。でもさその人はさそれが本当のキャラなわけじゃん。そうこれ頑張ってたんですね。それめちゃくちゃ無理してるだから恥ずかしいアドバイスがあるとしたらもう自分らしく恥ずかしくてもいやでもねごめんなさい正直言っていいですか、やっぱ僕の動画が一番1本目だってよかったと思うんですけどそれは誰もが本当に参考にする人いないですもんね。だから YouTube 始めますとかなかったもん、当時誰しもが勝手にYouTube ってなんか俺も調べたの最近、あなたのブラウン管っていうのでだからそうだから日記として自分用に撮っとくプラットフォームですよっていうだからそういうことですね。誰かに発信するものじゃないの YouTube ってそもそも自分のあなたの YouTube だからそういうことですね。そういう意味らしい。そういうので作られたの最初。そうだね、だから今もう誰かに向けて万人に向けて僕始めますよっていうもう動画になってるプラットフォームになってるんですよ。だから YouTube 始めますとかって今あるけど昔は本当そっか自分のために撮ってるのに YouTube 始めましたって言う人ないですもんね。もともとそういう猫可愛いペットあげるチャンネルだったからね。猫とかちょっとそれがだんだんそうギャグっていうかそのドッキリ用になったり、今では Vlog とかね。でもこれちょっとじゃあ僕がちょっとジャッジしていいですか、この2人プロタンさんの動画とカネキンの1本目の動画を見てどっちの方が正直言って痛かったか正直にね正直に言っていい？ぶっちぎりで金木の誰もが見ても無理してるの分かるもんね。いやもう無理してる無理しすぎてだから今時々昔の金木の方が良かったって言う人いるけど、いや僕は今のが100倍ぐらい幸せだし無理してない。今のが絶対恥ずかしい。いやでもここからのスタートなんですもんね。でもエリとコラボできた頃にはもうちょっと自分らしくなってた。いやそれはそうだと思う。こんな感じでエリにコラボしてって言ってたら多分いや多分俺困ってる絶対困ってるからそういや面白かった。いや面白いっすね。いや面白いのちょっと見てびっくりしたのはプロタンさんの最初の動画意外とすごいしっかり今見ても恥ずかしくない、なんか変な気持ちにさせられない。マジですか。なんか見てて確かに体小さいけど、見てる人を不快にさせない。よかったですよ。でエリのはもうねだってもう理想なんかもう完璧のゴールしちゃったでもねスタートの仕方じゃないけどフィニッシュの仕方だからフィニッシュのねそれが怖いんだよね。初めて知ったのが俺カネキンってコメントこの時にめちゃめちゃ怒りっぽかったんだ俺聞いてびっくりしたから。そうだからそういうのか知らないから。いやだからそう最初トゲトゲしかったですもんね。だからそれで俺もちょっとトゲトゲしいのよ。結構やっぱニコニコ動画でアンチに対して物申したりとかなんかいろいろ反応してたからそれのまま YouTube 来たからちょっと人間としてねちょっとなんかネットに慣れてないなんかもっと俺の意見聞けよみたいなありましたよね当時は。なんかこれをもう見せつけないといけないし来たらもう倍にして返すみたいなもうライブ感覚お客さんが攻めてきたら俺一人でマイク持ってるから俺が発言力あるんだから叫べばお前ならの声が
聞こえないんだから叫んでいややるほんとそれ気持ちすごいこっちはスピーカーとマイクがある、お前らはないみたいな、いやすげえわかるその気持ちでも今はう違うね、んでもそうやって考えるとちょっと自由なくなってきてるよね。そう責任感超えて、確かに自由は減ってるけど自分の中ではすごく自由みたいな感じ、それかだから面白いですよね。いやよかったです。でもあれですね、参考になりました。ありがとうございます。参考になりました。絶対なってないですね。こんな感じで皆さんエリのチャンネルリンク概要に貼ります。プロタンさんは登録者十分いるからね。いやいやもちろんもちろんありがとうございます本当にね一緒にコラボしてくれてありがとうございます。ありがとうございます皆さんも視聴ありがとうございます。コメント欄でね皆さんのコメントいつも楽しみにしてるので、まあ感想とかまあ次はこういうの見たいとかでもいいですし、何でもご自由にどうぞ。登録しない方は、僕のチャンネルはもちろんねゲスト豪華なゲストのチャンネルにもぜひぜひチェックしてみてください。次の動画でお会いしましょう。Work hard, see results. Thanks for watching. I'll see you again soon. Bye. バイ。ありのままの君を見せることしか残っていない一人じゃない見守るよ避けてゆく雨雲の下で空を飛ぶ姿を見て大きくなってく僕らは